ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、カーク信者の個人的な意見ということをあらかじめご理解した上で、動画の視聴をよろしくお願いします。さて、カーク信者が常々ダメだと言い続けているヒーローの組み合わせに、アスタロスとガラハットのダブルタンクがあります。ガラハットとイシュマエルは、タワー専用に開発されたヒーローなので、基本的には、タワー以外で活躍する場所はないと思ってください。ガラハットを起用した編成で戦った場合、絶対に勝てないと言い切れるわけではないのですが、投資に見合っただけの成果を得ることは、ほとんどないと思います。ガラハットを中心に考えてチーム編成を試行錯誤すれば、そこそこ戦える組み合わせを見つけることも可能かもしれませんが、それは、ガラハットが有能だからではなく、他の4人のヒーローが優秀だから、そこそこ戦えるのです。優秀な4人のヒーローにガラハット以外のヒーローを組み込めば、さらに良いパフォーマンスを得ることができるはずです。ここで重要なのは、ガラハットが大好きで、ガラハットを中心にチーム編成を考えることが趣味の人以外は、ガラハットの育成はほとんどの場合、資源と時間の無駄になるということです。このような話をすると、必ずと言っていいほど、ガラハットを擁護する意見を目にすることになります。ガラハットを推奨する人は、その人なりの価値観や考え方があるから、ガラハットを推奨するのだと思います。しかしながら、54人のヒーローが存在する中で、ガラハットに順位をつけるとすれば、決して上位に名前が登場するヒーローでないことだけは、視聴者様に知っていただきたいと思うのです。とても重要なので繰り返しお伝えしますが、ガラハットとイシュマエルは、タワー専用に開発されたヒーローなので、ギルド戦やアリーナの戦闘には向いていません。さて、どうしてカーク信者がガラハットを毛嫌いするかというと、初心者ほど、ガラハットに惚れ込んでしまうからです。ガラハットは若干の吸血能力も持ち合わせていて、ゲームの序盤では、かなり重宝するヒーローと言えます。具体的な話をすると、アリーナの700位前後までなら、ガラハットを頻繁に目にすることもあります。しかしながら、それより上位のアリーナランキングになると、ガラハットを目にする機会は急激に減っていきます。なぜならば、ガラハットは、攻撃面でも防御面でも、その全てが中途半端だからなのです。課金者はガラハットを育てても問題ありませんが、低予算で遊戯するプレイヤーにとって、序盤からガラハットに全力で投資をしてしまった場合、取り返しのつかなくなるほどの時間的なロスにつながる恐れがあります。つい先日、カーク信者はギルドメイトに、ガラハットの育成を諦めろよ、と引導を渡しました。なぜならば、69万パワーのガラハットチームをギルド戦に登録しているのに、46万パワーの対戦相手にすら、勝てないからです。この動画は、防衛拠点に配置している彼のチーム編成が攻撃されている場面になりますが、どのような相手に対しても、必ずと言って良いほど彼のチームは負けます。彼がギルド戦において、ヒーローを使って勝った場面を見たことがないくらいです。立ちが悪いのは、本人も自分のチーム編成が最悪だと認識しているにもかかわらず、今まで投資してきた時間と資源を諦めきれない点なのです。資金にゆとりのない人ほど、損切りできない株式投資と同じ理屈だと言えます。カーク信者のギルドでは、他人のチーム編成に口を挟むことは滅多にありませんが、さすがに彼を見かねて、今回だけは強い口調でこのように彼に言いました。あなたのチーム編成は、相乗効果を一切発生していないので、このまま育成を続けても時間の無駄だよ。そうしたら、彼もようやく目が覚めたみたいで、ガラハットの育成を諦めたようです。彼はサイコさんのメンバーで、カーク信者は彼と一緒に1年6ヶ月間も遊戯を続けています。そして、1年6ヶ月が経過して、初めて自分の間違いに気がついた彼を見ていると、とても気の毒に感じてしまうのです。そのようなわけでして、カーク信者は視聴者様が、彼と同様の絶望感を味わう前に、
これだけは伝えておかなければならないと思い、この動画を制作したのです。ガラハットとイシュマエルは、タワー専用にチューニングされたヒーローということだけは、忘れないでください。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。